全く新しい iPhone が登場しました。厚さわずか 5.6mm という iPhone 史上最も薄いボディデザイン、重量も 165g と iPhone 17よりも 12g も軽量ながら 6.5 インチの大型ディスプレイに加え、プロモデルと同じ A19 Pro チップを搭載しています。それがこの iPhone Air。ただデザインの代償として削られた機能もあります。背面カメラは一つだけ、スピーカーは画面上部のみのモノラル仕様、そしてバッテリー容量も iPhone 17のベースモデルよりも少なくなっています。これは過去の iPhone ミニモデルやプラスシリーズよりもヒットするようなモデルとなるのか、今回はこれらをじっくりとレビューしていきたいと思います。ということで皆さんこんにちは、あきらです。じゃじゃんということで今年のね iPhone シリーズがこちらにございます。この中で今回取り上げていきたいのが iPhone Air となります。こちらは17 Air ではなく完全に新しいラインとして iPhone Air というね命名規則で登場したという形になります。今年はありがたいことにねアメリカのサンフランシスコにご招待いただきまして、すでにね先行の現地の速報レポートというものはねすでにお届けしていたかと思いますが、あれから帰国をして一足先にねこの iPhone Air をねしっかりと使わせていただく機会を得ることができました。なので今回この動画では他のね機種とか他のモデルとも比較をしながら、この iPhone Air がねどれだけパフォーマンスが優れているのか、そして結構いろいろとね懸念点というかちょっと心配になるようなところもねいろんなコメントがあったかなと思いますので、そういったところもねしっかりと徹底的にね皆さんにお話お伝えしていけたらなというふうに思っておりますので、ぜひですね今回の動画も最後まで見ていただければなと思っております。そして今回のね iPhone 17 Pro Max や17 Pro、そして iPhone 17も全てね同時に先行レビューをお届けしているので、そちらも見てほしいですし、あとは AirPods Pro 3もね先行ですでにお届けしているかと思いますので、こちらもね合わせてご視聴いただければなと思っております。それではまずは外観デザインから見ていけたらなというふうに思います。じゃん。まずねめちゃくちゃ薄いですよね。この薄さとこの高級感、めちゃくちゃね気に入りました。すごくねデザインとしては僕はすごく好きです。で今回公式キャッチコピーとしては超薄い、超軽い、超頑丈というねこの3つがねすごくピックアップされていて、これがねこの iPhone Air のね強みかなと思うんですね。まず薄さで今回 5.6mm の iPhone 史上最薄のねボディ設計となっています。こちらの iPhone 17ですね、無印モデルが 7.95mm になってくるのでマイナス 2.35mm ですよ。もうスマホでこれはね本当にすごいですよね。これまでのね最薄が iPhone6 の 6.9mm だったので、そこからさらにマイナス 1.3mm となるので非常にね薄い設計になっていることがわかるかなと思います。そして軽さです。マジでめちゃくちゃ軽いんですよこれ。なんと 165g の軽量ボディになっています。本当にねこれマジでめっちゃ軽いからマジで軽い。であと視聴者さんにね聞かれていたここのねカメラ部分の重さがフロントヘビーに、ね、なるかっていうところに関してはそんなにならないです。はい。普通のね iPhone とかっていうのは、ずっしり本体のね重さがあるので、よりねカメラの部分と重さっていうのは感じないんですけど、この iPhone Air も本体は軽いんだけれどもカメラ部分がね特に特別重たいっていうわけではないので、そんなにね負担っていうのか負荷はねかかってないような印象はあります。で iPhone Air はチタニウムフレームをね採用しています。今回の新製品の中では唯一のね採用になっていますので、本当に見ての通りですね高級感はピカイチのね iPhone Air シリーズとなっていますね。ただちょっと気になるところとしては結構指紋がね側面のこの側にはねついてしまうので、ちょっとね僕はここの指紋はね気になるかなといったところは正直なところあります。そして背面にはセラミックシールドが採用されています。これはね背面のね亀裂耐性がですね16シリーズ iPhone 16からなんと4倍もね耐性がね向上しているといったところです。この薄さを活用してケースなしでのね運用ってしたいじゃないですか。なのでケースがなくてもかなり頑丈なね背面のね施工が施されておりますので、これはねめちゃくちゃねいいところだと思います。でそしてカメラですね、今回シングルカメラの設計になっています。他のね iPhone シリーズと比べてもこの2個と3個に対して1個だけと、ここはねかなり物議を醸すというかね、ここはねどうなのかなというところではあると思うんですけど、まずはこのカメラについて理解しましょう。まずこのシングルカメラ48メガピクセルのフュージョンメインカメラとなっています。2倍の光学ズームオプションがありますので、1倍と2倍のね2パターンで撮影をねすることができます。でカメラバンプはかなり横にね長く広がっているといった形になりますね。で iPhone Air はですね実はもうこのねボディ設計のほとんどがここにね詰め込まれていると、ほとんどのねチップとかねいろんな処理するものとかがねいろんなものがここに詰められているので、他はバッテリーが大部分をね占めているということなので、ここがね非常に大事なね、そんな iPhone になっております。でフロントカメラは18メガピクセルのフロントカメラを搭載しています。これはね今作の iPhone 全てでね統一されているんですけれども、これがめちゃめちゃ進化してるんですよ
よね。ただカメラについてはね、ちょっと後ほど詳しくね、紹介していけたらと思います。そしてカラー展開はスペースブラック、クラウドホワイト、ライトゴールド、スカイブルーの4色展開となります。今皆さんに見ていただいているのはスカイブルーのカラーになっています。本当にね、めちゃめちゃ薄くて、すごくね、控えめなブルーと言っていいんじゃないかなと思います。Apple 製品の中でもかなりね、薄いブルーかなと思いますので、僕としてはね、すごく好きなね、カラーデザインかなと思っています。で、そしてディスプレイですね、今回 6.5 インチのスーパーレティーナ XDR ディスプレイというめちゃめちゃいいディスプレイをね、搭載しています。こちらの iPhone 17 Pro Max のこの3つの中の中間にあたるね、そんなサイズ感という風になっております。一応ね、iPhone 16 Plus よりも若干小さいぐらいかなといったところですね。基本的には結構大きめのね、ディスプレイではあったりします。で、このディスプレイがですね、めちゃめちゃ良くて、まず最大 120Hz のプロモーションディスプレイを採用しています。これによってですね、画面の表示率が秒間 120Hz いくということになりますので、かなりヌルヌルなね、操作をね、することができるようになりました。で、プロモーションディスプレイになりますので、常時表示ディスプレイにも対応します。電源を切ったとしても、常にね、画面をね、リフレッシュレートを極限まで下げた状態で、ほとんど切り替えないようにして表示させることができたりしますので、結構ディスプレイ周りとしては使い勝手もね、向上しています。そして屋外の、晴天時などでピーク輝度が3000ニットまで到達しているんですね。これは iPhone 史上最も明るいね、ものになっておりますので、ディスプレイはね、めちゃめちゃちゃんといいものをね、積んでくれていると、そんな印象になっています。で、見ていただくと分かるかと思いますが、ベゼル自体もね、かなり薄めのね、細めのものになってるかなと思いますので、ここもね、非常にありがたいところですよね。で、さらにね、低反射コーティングも採用されています。従来のね、iPhone 16シリーズと、今回のね、今作のモデルを比べてみると、だいたい 33% ほど反射がね、低減されているということになりますので、こういったところもね、この iPhone Air もしっかりと採用されています。で、一つね、残念なところとしては、モノラルスピーカーになります。基本的に iPhone っていうのは、ここの上とここの下にね、スピーカーが2つあって、それぞれでね、音を出すステレオスピーカーになるんですが、この iPhone Air というのは、ここの上だけのスピーカー、そしてモノラルのね、スピーカーという風になります。下側はマイクだけになるんですよね。なので若干ね、横画面で動画を見るときとかのこの音声っていうのは若干ね、違和感を感じるかもしれません。一旦ね、皆さん気になると思うので聞いてみてください。だいたいこんな感じです。はい、いかがだったでしょうか。正直ね、全然違います。音量自体の大きさも全く異なってくるんですよね。やっぱり1個しか出てないので、音量の全体のね、大きさもまずは変わってくると。で、そして特に低音のね、このメリハリというか、低音の太さ、空間にね、しっかりと響き渡ってるかっていうところで言うと、やっぱりそこにね、違いは感じます。とはいえ、聞いてられないとか、これはないなっていうほどの音声では全然ないんですよ。なので、用途次第でね、選ぶのがいいかなとは思っていて、普段からね、AirPods をつけるだったりとか、普段からね、コンテンツ視聴とかはテレビで行うとか、そういった方は全然ね、気にならないかなと思いますし、逆にね、基本的には垂れ流しでね、音声をかけておきたいとか、この iPhone から音をね、出すっていう方は、実際にね、これはもう聞いてみてもらった方がいいかなと思うので、ちょっとね、店舗とかでね、見てもらうとか、聞いてもらうっていうのがいいのかなと思います。で、そして接続端子ですね、こちらも注意が必要なんですが、はい、見ての通り iPhone Air も USB-C ポートではあるんですが、規格が USB 2.0 になるんですよね。これはプロモデルの USB 3.0 と比べると、理論値で約10倍以上のね、データ転送速度に違いが出てきます。実際に比較をしてみると、約 20GB のね、動画を SSD から iPhone へね、転送したいとなった時に測ってみたんですが、iPhone 17 Pro はわずか21秒で終わったのに対して、iPhone Air は約7分30秒程度かかってしまったんですよね。やっぱり転送速度はだいぶと変わってきますので、データをね、頻繁にチェンジしたい方とか、ちょっとこの辺はね、注意が必要なのかなと感じております。そしてこの USB 2.0 に伴ってディスプレイポートも非対応になるんですよ。このケーブルを通してモニター、外部モニターとかに映像をね、投影することができないんですよね。後ほど紹介しますが、めっちゃいいチップが入ってるんですけれども、それをね、存分に大画面で活かすことができないというようなことがあったりはしますので、そこはね、ちょっと注意ポイントになります。といった形で結構ね、薄さをね、重要視したところによって、ちょっと犠牲となってしまったところはあるんですが、
この iPhone Air はですね、スペック性能がね、かなりいいんですよ。なのでここからはね、ちょっとスペックパフォーマンスについて見ていきたいと思います。まず今回 iPhone Air に搭載されたチップは A19 Pro チップというかなり高性能なチップになっています。これはなんと17 Pro シリーズと同じね、チップになっているんですね。このチップ自体ね、めちゃめちゃ強力なものにはなるんですけれども、とはいえもうスマホでね、それを存分にね、活かすことってなかなかできないじゃないですか。僕もね、そんなことは全然活かせてないと思うんですよ、普段から。ただ一応現実的に想定できる範囲でパフォーマンスをね、比較をしてみました。今回 6K のね、プロレス映像をね、5、6分ぐらいのものをね、書き出しをね、してみました。iPhone 17 Pro が3分41秒で終了したのに対して iPhone 17と iPhone Air は、ほぼ同等の3分57、8秒ぐらいで両方とも同時に終了したという形の結果となりました。これどうなんですかねiPhone 17はね、A19 チップ、iPhone 17 Pro と iPhone Air は A19 Pro チップを搭載してるんです。ただ書き出し時間はちょっと差が出てしまっていました。なので動画の書き出しというところでは、結構もう10分以上なところまで来てるので、そこまで大きな差がね、なかったのかもしれません。で、そんな A19 Pro チップだけじゃなくて、今回 Apple の N1 チップも搭載しています。これはですね、ワイヤレスのネットワークチップになるんですけれども、今回実は Bluetooth 6に対応してるんですよね。これによって遅延の減少であったりとか、Apple の AirTag などの精度が、認識の精度の向上していたりとか、デバイス間の切り替えのね、応答性のね、向上っていうものが実はあったりします。そして iPhone Air シリーズはもう一個新しいね、チップを採用していて、これが C1X というね、モバイル通信モデムになります。モデムというのは iPhone をね、モバイルネットワークに接続をするためのチップになるんですけれども、モバイル通信の速度とか電力効率にこれは影響してきます。で、以前ね、登場した iPhone 16E ってあったじゃないですか。これが初めての Apple のね、自社製のモデムである C1 というものを採用していたんですね。で、その C1 から今回 C1X ということで、よりね、パワーアップしたモデムになっているんです。で、一応ですね、この C1 とか C1X っていうのは、他の iPhone に比べて性能面では劣っているんですよ。他の iPhone はね、自社製ではないクアルコム製になっています。で、この性能面では劣ってしまうものの、電力効率が非常にね、よく作れているということなので、バッテリー持ちがめちゃめちゃいいんですよね。なので、この C1X っていうものをあえて搭載することで、バッテリーをね、この薄いからバッテリーがね、容量自体が大きくないので、効率を上げると、そういったところになります。で、そして今回の全ての iPhone シリーズで、統一してるんですけども、今回全機種で eSIM 専用設計になりました。完全にもう物理 SIM のね、スロットが完全にね、なくなったんですよ。ただその分、スロットがなくなった分、バッテリーがね、大きくなって、大型のね、バッテリーを、入れることができていると。なので、デメリットばっかりだけではないというのは、まずね、あったりはします。そもそも皆さん eSIM というのはまずご存知でしょうか。今まではね、物理的なこのカード、SIM カードっていうものをね、実際に差し込んで、機種変をね、して、スマホをね、移行していたりとかしてたと思うんですけれども、ここ最近はね、もうスマホに内蔵された、SIM、それが eSIM になるんですけれども、これが普及してきているんですね。で、この eSIM に関しては、デュアル eSIM になりますので、アクティブにすることができるのは2つになるんですね。保存することができるのはもう8個になりますので、言っちゃえば8個のね、電話番号を持っていて、なおかつ2つのね、回線をアクティブにできると。なので、例えば、より早い方をね、自分で切り替えて使ったりだとか、あとは1個ね、圏外になってしまったらね、もう1個試してみるとか、あとは仕事用の回線とか、事業用とか、そういったもので切り替えることもできたりするので、結構ね、この eSIM っていうのは意外と便利だったりはします。とはいえ、この乗り換えにね、不安を感じている方も多いかと思いますので、もう少ししたらね、このチャンネルでね、機種変更の完全ガイドというようなね、動画も、公開しようと思っていますので、ぜひね、それも見てください。とはいえ、このね、eSIM というのが全くリスクないのかって言われたらそういうことではなくて、例えば端末自体がね、壊れてしまうと、やっぱり復旧には時間がかかりますよね。もうこれが壊れてしまったら、その eSIM を操作することもできなくなってしまうので、ちょっとその辺はね、時間がかかってしまいますよね。で、あと、誤って消してしまうというようなね、そういったリスクもあります。消してしまうとね、再発行とかね、する必要が出てきます。再発行には手数料がかかってしまう可能性もあったりとかで、ちょっと消してしまったりすると、かなりめんどくさくはなってしまうのかなと思います。で、あとは複数端末でね、頻繁に SIM をね、変えていた人にとってはちょっとめんどくさいのかもしれないですし、あとは Android からiPhone にね、移行するっていうのも、やっぱりちょっとね、めんどくさくなってしまったりするので、もちろんね、メリットだけではなく、若干のね、懸念ポイントっていうのはもちろんね、あるのかなといったところです。はい。で、そして気になるバッテリー性能ですね。この薄すぎるがゆえに、どれだけバッテリーが入ってるのか、どのぐらい持つのかっていうのはめちゃめちゃ気になるじゃないですか。一応 Apple 公式によると、ビデオ再生時間のね、最大は27時間持つといったところになります。これはこの iPhone 17よりはね、短いんですが、iPhone 16よりはね、伸びていると。なので、決して悪
悪くないというかね、全然十分ぐらいのね、持ち時間なのではないかなと思います。で、そしてこちら iPhone Air のね、マグセーフバッテリーをね、使っていただくことによって、最大4時間ね、さらに伸びるといったことになります。これやったら結局本末転倒なような気はしますし、このバッテリー自体もね、15,800円もしてしまうんですよ。これめちゃくちゃ高いじゃないですか。ちょっと突っ込みどころはね、あるんですけれども、一応こういう風に使ってあげると、バッテリーはね、より持つといったところはあります。で、もう一個ね、ちょっと突っ込みたいところで言うと、このバッテリーね、最大 65% の追加充電なんですよ。満タンならないんですよ、これ。はい。なので、公式的にもね、やっぱりこの iPhone Air だけのバッテリーっていうのは若干足りないんじゃないかなということをね、言いたいのかもしれないんですけれども、一応ね、そういった形になっています。で、このね、専用のモバイルバッテリーはですね、これ一応 iPhone Air のみの対応になります。はい。というのもね、これ iPhone Air しかつかないんですよね。ちょっとこのカメラのね、バンプに干渉して、一応ね、充電することができるんですけれども、とはいえ、ちゃんとね、マグセーフもね、ぴったりくっついてくれないんですよね。ただ、ちょっとね、いろんな X とか見てたところ、iPhone 16E、16E であれば、これね、カメラが逆に1個シングルカメラだから、これ問題なく使えるみたいです。はい。なので、60E ユーザーと、iPhone Air ユーザーは、しっかりとね、お使いいただくことができるようになっています。ということでね、ここからは写真とか動画性能、カメラ性能についてね、より詳しく見ていきましょう。今回ね、48メガピクセルのフュージョンカメラが搭載されたとお話をしました。これによって1倍と光学2倍ズームの2つのね、画角で写真をね、撮影することができます。今回48メガピクセル、4800万画素のね、高解像写真を撮ることができますので、1倍の写真と光学2倍のね、50mm 相当の写真を、撮影することができます。で、52mm の方は12メガピクセル、1200万画素になります。で、一応ですね、最大10倍のね、デジタルズームができたりしますので、要は拡大をすれば、それなりにね、めちゃめちゃズームをすることはできるようになっています。で、動画撮影は最大 4K60 フレームの撮影ができて、他のモデルに比べてできないこととしては、空間写真や空間ビデオの撮影はできません。そしてマクロ撮影もできないし、シネマティック動画の撮影にも非対応となります。ここはね、結構大きな注意点にはなります。ただですね、今回フロントカメラが大きくね、向上したと、進化したと言いましたよね。フロントカメラは18メガピクセルの解像度を持っています。で、今回スクエアセンサーのね、カメラになるんですよ。なので iPhone を縦持ちでインカメで撮ってたとしても、横画面で撮影をすることができます。で、しかもより広くね、撮影することができるようになってますので、グループでの写真とかもね、非常にね、やりやすくなっています。で、センターフレーム機能というものがあるので、グループ写真をね、パッて撮りたいときに、全員をね、自動的にフレームにね、収めてくれたりだとか、あとはビデオ通話をね、するときとかに、顔をね、中心に置いてくれたりとかね、非常にね、使いやすくなったフロントカメラに進化しています。で、それでいて動画撮影時のね、手ブレ補正もね、強化されていたりだとか、あとはデュアルキャプチャービデオにもね、対応しています。これはバックカメラとフロントカメラをね、同時に動画をね、撮影することができるようなものになってるんですよ。これめちゃめちゃ面白くないですか？何か自分が撮りたいものを撮りながら、こっちのね、自分のリアクションとか自分たちの方も撮っておくことができると。で、そしてこのね、ピクチャーインピクチャーのような、自分のフレームを自由にね、動かすこともできるし、これは撮影時にもね、動かすことができるような仕組みになっています。ただ注意点としては、これデータが埋め込み式になりますので、セパレート、別々にすることはできません。で、さらに 4K24 フレームと30フレームまでの対応なので、4K 動画のスローモーションっていうのも撮ることはできません。なんですけど、フロントカメラのね、撮影代金っていうのが非常にね、今回全てのね、シリーズで変わっていますので、ここはね、もうめちゃめちゃありがたいし、すごくね、楽しいところになるかなと思います。で、そんな iPhone Air の価格はこの通りとなります。最小モデルの 256GB で 159,800 円からで、最大 1TB という風な3モデルの展開という風になります。正直なところ、ちょっとこれね、割高感あるかなと思うんですけど、皆さんどうですかね。この17とのね、価格差は3万円ありますし、このプロモデルとのね、価格差が約2万円になるので、ちょっとね、これ、いい位置にね、あるような感じはしてるかなと思うんですけどね、ちょっとね、これ皆さんのね、意見もちょっと聞きたいところですね。はい。そんなね、iPhone Air になるんですが、今回のこの iPhone Air はですね、アクセサリーが非常にちょっと楽しいんですよ。なので、ちょっとそれをね、いろいろと紹介できればなと思います。まずはこちらですね。はい。iPhone Air のクリアケースになってるんですけれども、これね、すごく薄いんですよね。このね、バックパネル自体が 0.9mm になりますので、これつけたとしてもね、めちゃめちゃ薄いんですよ。はい。
はい、純正なのでね、このアクションがあるんですけれども、もうこれね、めちゃくちゃ薄いですよ。で、マグセーフもね、しっかりあるので、これはね、かなりいいかなと思います。で、めちゃめちゃ軽い。これね、ケースつけたら本末転倒じゃねって思っていたんですが、これはね、ケースつけてもいいよって思えるぐらい、めちゃ軽くてめちゃ薄いです。で、あとはさらにこちらですね、iPhone Air 用のバンパーと、あとはね、クロスボディストラップになります。これらね、セット売りがなくて、それぞれ両方ね、別々でのね、単品購入という風になります。バンパーが6480円で、このクロスボディストラップがまさかの9980円もするんですよ。ちょっと高いよね。1万円は高いよね。ただね、これね、めちゃめちゃいいんですよ。はい、ちょっと一個一個見ていきましょうか。まずバンパーですね。これ見ての通り、もう後ろになくても枠だけになりますと、これをね、はい、つけるとこんな感じですね。やっぱりね、バックパネルがないので、枠だけなので、この薄さをね、そのままよりね、楽しむことができますし、で、やっぱりね、ここが守られるし、あとはこのディスプレイからね、ちょっとこう突起というか、ここがちょっと出る形になるので、ここに置いた時にディスプレイがね、擦れないというね、良さもありますので、やっぱりね、こう裸で使うよりかは、絶対にね、傷のね、つきにくさっていうのはね、向上するかなと思います。で、そしてこのね、純正のバンパーには、ここにね、ストラップホールがありますので、こういった形で、このね、ボディクロスストラップをね、つけることができるんですね。で、これめっちゃ高いんやけれども、カラーはね、10色展開になっておりまして、これね、すごくいいなと、すごく考えられているのが、基本的にこれ調節すると、こういう風に二重になるじゃないですか。ただこれがね、パチンと磁石でつくんですよ。こう、パチンと。わかるかな？ちょっとわかりづらいかもやけど、はい、こんな感じで磁石でね、こうくっつくんですよね。なので、非常にこうまとまりがある、めちゃめちゃね、こうすっきりとしたものになってるんですよね。で、もちろん長さ調節もここからね、簡単にすることができますので、いや、本当にね、これはね、めちゃめちゃ考えられてる、ストラップになってるかなと思います。はい、という感じで、この iPhone Air にね、しっかりと専用設計されたね、アイテムがたくさんありますので、ちょっと高いんですけれども、ぜひですね、合わせて使っていただくと、よりね、こう安心して使えるんじゃないかなと思います。ということで、ここからは最後にですね、実際の使用感について、実際使ってみて分かった実際の使用感というものをお伝えしていけたらなというふうに思います。まずはですね、やっぱりね、薄すぎて軽すぎるというところですよ。本当にね、こう手持ちのストレスがマジでないです。こうやっぱりね、この薄さ、この軽量さっていうのは、このポケットに入れた時に、本当にね、軽いなって感じるんですよ。で、この薄いことによって、画面自体はね、大きいんですけど、薄いから、この指がね、短い指でもね、届くんですよ。これがね、意外とこう操作をしてみての新しいね、発見だったなというふうに思っております。で、意外とこれ耐久性能もね、めちゃめちゃ良くて、この130ポンドぐらいのね、この力で加えたとしても、これ曲がらないんですよね。はい、本気で曲げようとしても、これ曲がらないです。なので、この薄さからは想像できないほどのこの頑丈さっていうのは確かにね、あるのではないかなと思います。で、デザインについての本音なんですけれども、これめちゃくちゃ高級感があって、光沢があってね、めちゃくちゃいいなと思うんですよ。で、すごくね、チタニウムのね、フレームをかましてて、めちゃめちゃいいんですけれども、若干ね、少し前の iPhone にも見えてしまいました、僕は。正直なところ。例えば、iPhone XS とかあったじゃないですか。あれって結構丸みを帯びてるというか、この側面が結構キラキラしてたと思うんですよね。そこまでフラットデザインではなかったんですよ。なんか、ちょっとあれに見えた。めちゃめちゃ高級感はあるんだけど、なんか懐かしいなって思うような、なんかそんなね、デザインというか、そんな印象が僕は正直なところありました。で、あとは皆さん気になってる発熱ですね。はい、どれだけ熱くなるのか、排熱処理がどれだけできているのかっていうのをちょっとね、検証してみました。長時間のね、ビデオ撮影をね、長い時間やってみたんですよ。4K60p、4K のスローモーションの HDR 動画をね、30分間撮影をしてみました。これ全て比較をしてみたんですけれども、iPhone 17無印が 41.2 度でした。で、iPhone 17 Pro が 43.8 度で、iPhone Air が 45.7 度になっていました。で、この温度のね、違いがまずあるっていうのと、注目のね、検証結果としてやっぱり挙げれるのが、カメラバンプのね、この横の部分にかなりね、熱がこもっていると。ここがメインにやっぱね、発熱しているというところが、結果として出ていました。ただですね、縦持ちをする分に関しては、ずっとね、ここのバンプ部分をね、触るわけではないと思うので、そんなにね、気にはならないのかなと思うんですが、ゲームをするときとかには、ここを絶対にね、持つ形となりますよね。なので、ここがね、かなり熱くなるので、ちょっとこれはね、注意が必要かなと思っております。これはあくまでね、長時間のね、高負荷な動画撮影のね、結果とはなるんですけれども、一個ね、参考程度に聞いていただければなと思います。
先ほどの 4K60fps HDR の30分撮影のね、後の充電がどれぐらい残っていたかですね。すべて 100% 満充電にした状態で計測をしてみたんですが、iPhone 17が 89% 残っていて、iPhone 17 Pro は 87% まで減りました。で、iPhone Air はやはり 85% と最も減ったような形になりますので、やっぱりね、他のモデルに比べたら、バッテリーの減り、消費量っていうのはやっぱりね、大きいということが伺えます。で、この2つのね、結果をもとにちょっと考えられることとしては、チップですかね。やっぱり A19 Pro になるので、やっぱり高負荷というか、処理がちょっとこう複雑というかね、なんかやっぱこう、高負荷なね、形になるのかなと、僕のちょっと素人意見では感じています。意外とこの無印が発熱もそこまでせず、バッテリーもね、そんなに大きく減ることがないっていうので、これめっちゃいいなってやっぱ改めて思うんですけれども、この iPhone Air は A19 Pro チップというね、すごくいいチップを積んでいる。ただ、ちょっとパフォーマンスというところでは、他よりもね、バッテリー消費が、ちょっとね、目立ってしまうのかなといった、そういった結果になってるかなと思います。で、あとはですね、ぐらつきですよ。ここのね、デスクとかに置いた時のこのぐらつきというところなんですが、これがね、ちょっとこの Air はね、結構出てしまうんですね。やっぱりこのカメラがね、ここ1個出てるので、これは出てしまいます。ただですね、これ、この純正の透明のね、クリアケースをつけてあげるだけで、これね、ぐらつきゼロになります。これよく考えられてるんですよ。これね、めちゃめちゃ考えられてて、ていうかカメラをね、ちゃんと保護するようになっているので、自然となるんですけれども、これによってぐらつきゼロになるので、これをね、やってあげれば全然ね、気にはならないんじゃないかなと思います。で、最後にね、僕の率直な感想として、やっぱりね、超広角は欲しくはなるかなといったところがあるんじゃないかなと感じております。はい。この数日使っただけでね、やっぱ、そっか、ないんかって思うことはあったんですよ。この iPhone Air を使ってから写真フォルダをね、見返してみたんですね。そうすると意外とね、超広角で撮影した写真ってね、多いことに気づいたんですよね。僕海外に行くことも好きだったりとか、最近はヨーロッパ行ったりとかでいろんな建築物をね、こう見て回っていたんですよ。そういった時にやっぱ超広角って本当に必要というか、本当にやっぱあった方がこう全体をね、映すことができるし、もちろんね、メインカメラだけでも十分広いので 24mm になるので十分広いんだけれども、やっぱり超広角がね、あることによってそれでしかできない表現があるというのもまたこれ一つ事実だと思うんですよね。特にこう旅行に行くことが多い方とか、超広角をね、普段から撮ることが多い方っていうのは、やっぱりこれがなくなってしまうと、ちょっとね、やっぱり物足りなさを感じるのではないかなと感じています。はい、という感じでいかがだったでしょうか。ちょっと最後はね、結構いろいろとネガティブめなね、ところが多くはなってしまったんですが、とはいえね、この iPhone Air というのは本当に唯一無二のシリーズだなと思います。iPhone のね、ミニシリーズがなくなって、プラスシリーズもなくなりました。小さくしても大きくしても、この iPhone の無印シリーズっていうのは、そこまで好評ではなかったんじゃないかなと思うんですよね。ただ、そのね、次の方法として薄くしてみる。これがね、Apple の新しい挑戦だと思うんですよ。それをね、僕は体感してみて、いろいろとね、突っ込みたくなるところはあったものの、でも本当にこれはね、唯一無二で、これがハマる人は少なからずね、いるんじゃないかなと、そういうふうにも思いました。ただ、この薄さだったり軽さっていうのは実際にね、ちょっと持ってみないとわからないと思いますので、よかったらね、実際にね、Apple Store に行って実機をね、ちょっと確認してから、購入をね、検討してみてもらうのがいいんじゃないかなというふうに思っております。といった形でかなりのね、先行の本音レビューという形にはなりましたが、今回の動画いかがだったでしょうか。今回ね、発表となる iPhone シリーズすべてね、同時で先行レビューをお届けしていますので、よかったらね、他の動画も見てもらえたらなと思っております。そして発売日にかけてね、この iPhone のね、撮影設定とか、こうやるべき設定とかね、データ移行とかすべてね、解説するような動画もたくさん出していきますので、ぜひね、このチャンネルを忘れないように、この動画をいいねとか保存していただければすごくね、嬉しいなと思っております。というわけで皆さん iPhone Air のレビュー動画ご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。